はい、おはようございます。ということで、久しぶりに天気がいい。で、今日はね、8K でいきますよ、8K で。全編 8K で動画作ろうと思います。そんなわけで、どうでしょう。8K5000 万画素の画力。ちょっとおじさんの自撮りは 8K はきついかなというふうな気がするんですけれども、そんな感じでしょうね。今日はね、昼時間があるんで、これを持ち出して隣町まで行ってこようと思います。で、それを全編 8K でお送りしようというのが今回の動画の狙いで、僕はこれまで 8K で撮れるカメラっていうのは持っていなくて、この GoPro Mission 1 Pro が初めての 8K カメラなんですけど、YouTube の場合はね、もうすでに 8K 動画に対応しているってこともあってずっとやりたかったんですよね。なので今日 8K デビューです。 8K の描写力。今日は久しぶりに青空も広がっていて絶好の 8K 日和。ということで、タイガースの本拠地甲子園に到着。今日はこの甲子園に家具を見に来ました。というのも僕先月末ぐらいにですね、約半年間の長い旅行を終えて帰ってきまして、その間仕事休んでたんですけど、6月あたりから徐々に仕事を戻していくということで、家具をねちょっと買い揃えたいんですよね。特に電動のね机を今回初めて導入しようかなと思っていて、今日それ今からね見に行こうと思ってます。そんなわけでこの GoPro Mission 1のチェックがてら甲子園までやってきたということで、今ここがねチケット売り場ですね。今日は甲子園で野球やんないんですかね。あそこにウェディングフォトの人たちがいる。昨日まではここで日本ハムとのね交流戦やってて、残念なことに3立て食らってしまいましてね、今日はお休みですかね。いやでもこの甲子園球場も変わりましたね、本当ね。僕も子供の頃からよく来てますけれども、綺麗になりました。昔はこの辺結構正面臭かったんですけど、もう今はねそんなんじゃないですよ。もう今は毎試合満員ですからね。一応家具屋さんには12時半頃行きますっていう風に伝えていて、その場でね良ければね買えばいいかなとは思うんですけれども、ただ電動の机やっぱりちょっと高いんでね、いくつか見てみたいっていうところもあって、今まで電動机は使ったことがないんで、その辺の使用感も含めてちょっといろいろ聞いてこようと思います。じゃあ行ってきます。今見学終わり帰るところです。いくつか電動机を見てきたんですけれども、やっぱり値段相って感じですね。一番安いやつだとね8万円9万円であったんだけど、それはねやっぱり机そのものがね結構軽いなので、天板の部分をねぐーっと押し込んだらねしなったりするんですよね。やっぱり軽い方がね上げ下げ簡単だからってことだと思うんだけど、でちゃんとした天板の電動机っていう風になると値段がやっぱりぐんと上がってきて高くなるんですよね。こっちか。なのでちょっと今日は保留って感じで、結構ねコフォとかなんかでも安い電動机っていうのはあるんだけど、椅子じゃなくて机の方はやっぱり実物見たいんで、その辺ちょっと難しいな。今日はちょっと結局買わずって感じですね。あれだったらこれまで使ってたやつでいいかなって正直思ってしまった。いや結構電動机選び難しいな。いやにしても今日は天気がいいな。こんな感じで青空。今これね 8K30p で撮影しているわけなんですが、この GoPro Mission 1 Pro には電子ズームっていうのもあって、それもね2倍ぐらいまでだったらそんなに画質を損ねず使えるっていう話なんで、その辺もチェックしてみましょう。ただこの電子ズームはね撮影中には使えないんですね。なので一旦録画を切った状態じゃなきゃ使えないんだけど、今これ電子ズーム0倍です。はい、でこれ同じ場所から電子ズーム2倍です。そしてこれが電子ズーム3倍です。さすがにここまで来るとやっぱり劣化してるなっていうのはモニターを見てても感じますね。これが原因でしょうか。今ヘリが飛んでる。こんな感じわかるかな。今3で
これがマックスの4倍です。ここまで来るとやっぱりきついっすかね。ただ元が5000万画素っていうこともあって、ある程度のクロップにはねやっぱり耐えてくれると思うんで、どれぐらい大丈夫かっていうのをチェック中。今これ最大の4倍です。ではこの辺の木漏れ日っていうのを歩いてみようと思います。 8K30p ですね。手ブレ補正はオートブーストです。これがやっぱり一番効くと思うんで、これを使って足場の悪いところをテクテクと歩いています。基本的にね、僕はこの 8K に関しては風景なんかを撮るために使うって感じで、こういった明暗差っていうのが変わるような場所を歩きながら撮影するっていう場合はもう絶対 4K の方がいいと思うんで、クワッドベイヤーのね1200万画素にビニングはされるんですけれども、その分やっぱ暗所性能っていうのはぐーんと良くなるんで、そういうのを使っていきたいんですけれども、それでもやっぱり 8K の解像度っていうのも捨てがたいんでね、やっぱりね今回ね使ってみてね一番感じるのは液晶ね、有機 EL、 これがねめっちゃ綺麗。天気のいい屋外で使っていてもね視認性っていうのが抜群なんですよね。見えづらいっていうことが一切ないんですよ。これがめちゃくちゃいい。はい。ということでね、あとちょっとこの辺で鳩を見つけたいんだけど、鳩が今いないんだよな。っていうのも8K のタイムラインで 4K240p とかで撮った時にねどうなるのかっていうのを見てみたくて、その辺をこう確認したいんだけど、鳩がいない。蝶はいるんだけどね、やっぱり蝶々はねちょっと遠いんですよね。鳩が欲しいな。鳩出てこいよ。鳩が欲しいな。いいか、鳩なしで240p 撮りますかね。それでどれぐらい変わるのかっていうね。やっぱりこのミッション1プロ 4K で 240p 撮れるっていうのもねかなり大きな魅力なんで、8K のタイムラインで 4K240p のスローモーションがどういう風に映るのかっていうのを次チェックしていこうと思います。鳩がいた、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 鳩飛べ。ということで鳩派遣、ちょっと飛んでもらいましょう。なんか鳩いないっつったら3匹ぐらい鳩が来た。もしかして俺鳩呼べんのかな。鳩じゃあスローモーションではない鳩、8K の 8K30p に戻っての鳩ね。ごめんねちょっと追っちゃって、4匹に増えてるよ。というわけで今日はこの GoPro Mission 1 Pro の 8K、 これやっぱ暗所性能がアップしたっていうところもそうなんですけれども、 8K で動画が撮れるっていうのも魅力だと思うので、この辺もおすすめできるかなと思います。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。